今週ガソリンスタンドの前を通った時に価格表示の看板見上げましたか？ええ。最近本当に数字が変わるのが早いですからね。あるいは今月の電気代の請求予定額を見て、あれこれってただの季節的な変動じゃないかもって違和感を覚えたあなた、その直感完全に正しいんですよ。はい。私たちの日常の支出に現れる数字の変動には、必ずその発火点となる出来事がありますから。そうなんです。実は今あなたが払っているその追加の数十円とか数百円は単なる日常的なインフレの波ではないんですよね。ええ、全く違いますね。このわずかな数字の狂いがどこから来ているのか、それをたどっていくと数千キロ離れた場所で起きた歴史的な瞬間にたどり着くんです。2026年2月28日の朝、日本時間ですね。はい。米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事攻撃が開始されました。ニュースのヘッドラインを埋め尽くしたあの出来事です。この地政学的な激震は、現在進行形で世界中に波紋を広げています。ただ、今回のこの徹底解説では、どちらの国が正しいかといった政治的な議論や、イデオロギーの対立に踏み込むことは一切しません。そうですね。そこは非常に重要です。ええ。私たちが今日手元に集めた複数の経済レポートや歴史的データから抽出するのは、純粋な事実と物理的な影響だけです。全くその通りです。というわけで、今回のミッションは極めて明確です。遠い中東の砂漠で起きた軍事衝突が、なぜあなたの明日の財布に直結するのか。はい。そして、この事態のメカニズムを知っている人と、単に物価が高いなって嘆くだけの人の間に、これからどれほど残酷な格差が生まれるのか、それを徹底的に研ぎ明かしていきます。感情論を排して、数字と構造のロジックを読み解く。これが今の私たちに最も必要な防衛策になりますからね。では、まず日本の構造的な弱点から紐解いていきたいんですが、今回いろんなレポートを読んでいて、私が一番筋が凍ったデータがあるんですよ。おそらくあの数字ですよね。日本のエネルギーの中東への依存度です。なんと約 94%。94% ですね。これだけでも異常な数字なんですが、さらに致命的なのは、その 94% のうちの実に9割が、今まさに事実上の封鎖状態にある海峡を通って運ばれてきているという事実なんですよ。ホルムズ海峡ですね。世界の石油輸送における最大のチョークポイント、つまり急所です。これ、日本という国を一つの生き物に例えるなら、ものすごく恐ろしい状態ですよね。と言いますと、全身の血流を維持するための巨大なロートがあって、その先が極端に細くなった一本の管になっている。なるほど、ロートですか。ええ。そして、その極細の管からただり落ちる雫を必死に集めて、なんとか日本社会という心臓を動かしている。そういう状態ってことですよね。実に敵を射た、そして恐ろしい例えですね。もしその管が軍事衝突という指でキュッとつままれたら、即座に息の根が止まってしまうんじゃないかと。そうなんです。物理的な現実として、日本に向かう超大型タンカー、いわゆる VLCC という巨大な船が、毎日その極細の管を通っています。毎日ですか？ええ。私たちが夜に部屋の明かりをつけるのも、物流トラックがスーパーに野菜を運ぶのも、すべてはそのタンカーが予定通りに海峡を無事に通過できるという奇跡的な前提の上に成り立っているんですよ。奇跡的な前提。本当にその通りですね。でも、ここでちょっと立ち止まって考えたいんです。リスナーのあなたもきっとこう思っているはずなんですよ。はい。そういう供給の首根っこをつかまれるような危機って過去にもあったじゃないかって。歴史を振り返れば確かにありましたね。1973年の第4次中東戦争をきっかけとした第一次オイルショックですよね。はい。当時の日本は様々なパニックに陥りました。アラブ産油国が石油の輸出を制限したことで、原油価格は約4倍に跳ね上がったんです。4倍ですか。信じられない数字ですね。狂乱物価と呼ばれて、スーパーの棚からはトイレットペーパーや洗剤が消え去りました。電力を節約するために深夜のテレビ放送は休止されて、街のネオンサインも消えたんです。ニュースの記録映像で見たことがあります。多くの家庭が温かいお風呂を我慢する、そんな冬を経験したんですよ。でもそこが私の最大の疑問なんです。あれから約50年も経っていますよね。はい、半世紀です。強烈なトラウマがあったなら、当然私たちは過去から学んでリスクを分散させてきたはずじゃないですか。そこがこの問題の最も逆説的でかつ残酷な真実なんです。どういうことですか？実は1973年当時、日本のエネルギーの中東依存度は約 80% だったんです。ちょっと待ってください。
当時は 80%。でもさっき現在の依存度は約 94% だって言いましたよね。ええ、その通りです。どう計算しても悪化しているじゃないですか。50年かけてなぜ私たちは過去よりさらに深く中東に依存する社会を作り上げてしまったんですか？非常に鋭い指摘です。なぜそんな数学的に矛盾するようなことが起きたのか。理由は大きく2つあるんですよ。2つですか？1つは国内の石炭産業の衰退です。かつて日本にもあった炭鉱がコスト面から次々に閉鎖されて、エネルギーの自給率そのものが低下しました。なるほど。そしてもう一つ、これが決定的なんですが、2011年の東日本大震災以降のエネルギー政策の転換です。そうか。原子力発電所が次々に稼働を停止したことで、その穴を埋めるために火力発電への依存度を急激に高めざるを得なかったんですね。まさにその通りです。そこで主力になったのが LNG、つまり液化天然ガスなんですね。日本は石油から天然ガスへと燃料の多様化を図ったつもりだったんです。つもりだったということは？その LNG をどこから買っているかというと、結局は中東のカタルや UAE などが多いんですよ。結局中東なんですね。しかも LNG はマイナス162度に冷却して専用の船で運ぶ必要があるため、石油と同じホルムズ海峡という狭い管を通ってくるんです。つまり私たちは燃料の種類を分散させただけで、調達する地理的なルートの分散には完全に失敗していたんですね。そういうことです。50年前よりリスクが高まっているという事実の裏には、そんなからくりがあったとは。はい。では、その50年前より脆弱な構造が、今具体的な数字として私たちの生活にどう襲いかかってくるのか。手元にある経済レポートのメインシナリオ試算を見てみましょう。はい、あのレポートですね。ホルムズ海峡での輸送支障が長期化した場合、原油価格が1バレル87ドルで推移するというシナリオです。その数字です。これによると、ガソリン価格は1リットルあたり200円を超える。そして家庭の電気代は月額で約793円増加するとありました。年間にすると約9500円のアップです。はい、そういう試算が出ていますね。ただ正直に言わせてください。この数字を聞いて、年間1万円弱の負担増なら、飲み会を数回我慢すればなんとか耐えられるレベルじゃないかって、ほっとしたリスナーもいると思うんです。なるほど。私自身最初もそう思いましたから。まさにそこが、知識の有無が命取りになる最大の罠なんですよ。罠ですか？影響がエネルギーの価格だけで終わると思ったら大間違いなんです。それはどういうことでしょうか？このエネルギー価格の高騰というのは、言うならば、巨大な高速道路で起きた玉突き事故のようなものなんです。高速道路の玉突き事故？事故が起きたのは何十キロも先、つまり中東の港や製油所です。その瞬間、タンカーの保険料が跳ね上がり、輸送ルートが迂回されて、原油価格が高騰する。はい。しかし、そのブレーキランプの点灯が、私たちの家の近くにあるスーパーのレジに到達するまでには、約半年間のタイムラグがあるんですよ。なるほど。つまり今私たちが払っている電気代やガソリン代のアップは、単に事故現場に一番近い車がブレーキを踏んだだけの状態なんですね。その通りです。真の恐怖はその半年後なんです。電気代が上がれば、プラスチックの容器を作る工場のコストが上がります。確かに。ガソリン代が上がれば、農家が使うトラクターの燃料費も、肥料の価格も上がる。それを運ぶトラックの運賃も上がりますよね。全部つながっているんですね。つまり、半年後にスーパーで買うトマトの値段には、今日燃やされた高い燃料のコストが見えない税金のように全て上乗せされているんです。これをインフレの波及効果と呼びます。バレルから食卓へあらゆるコストが転嫁されていくメカニズムですね。電気代が月数百円上がるだけという認識は、高速道路の先で起きている大渋滞に気づかずにアクセルを踏み続けているようなものだと。1973年の教訓も2022年のロシア・ウクライナ危機の時も全く同じ現象が起きました。エネルギーの高騰は必ず半年から1年遅れて、あらゆる日用品と食料品の価格を底上げするんです。タイムラグの愚ささがよくわかりました。となると次に気になるのは私たちに残された時間です。時間ですね。はい。この事態に対して国として持ちこたえられるタイムリミットは存在するんでしょうか？ここで重要な指標となるのが、ある専門機関が吐き出したシビアな試算です。もし中東からの輸入が完全にストップするような事態が続いた場合、日本が国と民間で備蓄している石油が完全に底をつくまでにかかる時間は約260日とされています。260日。つまり8ヶ月半くらいですね。これを聞いて、
まだ8ヶ月は今まで通り生活できるんだって捉えるのは間違いなく危険ですよね。完全に危険です。備蓄が260日ありというのは、259日目まで通常営業ができるという意味ではありませんから。ですよね。備蓄の取り崩しが始まれば、国は直ちに供給の優先順位を決めます。で、私たち一般家庭への供給は後回しにされるということですか？その通りです。ガソリンスタンドでは給油制限が始まり、電力は計画停電という形で配給制に近づいていくでしょう。うわぁ、それは厳しいですね。さらに、市場は枯渇することを事前に織り込んで動くため、備蓄がゼロになるずっと手前の段階で価格は天井を知らずに跳ね上がります。この260日という砂時計の砂はすでに落ち始めているんですよ。なるほど。知っている人はもうすでにこのメカニズムを理解して次の一手を打っている。一方で知らない人は半年後のスーパーのレジでなんでこんなに高いのってパニックになる。ええ。この瞬間から知識格差が生活格差を生むという残酷な現実が広がっているわけですね。まさに、今起きていることをいかに自分ごとにできるかという一点にかかっています。では、この資料の核心に迫る時間を共有して自分ごととして受け止めたリスナーがパニックに陥るのではなく備える側に立つために今日何ができるのか、具体的なアクションプランに入りましょう。まず提案したいのは、家計のパーソナルストレステストの実施です。パーソナルストレステスト。銀行とかが経済危機が起きた時に自分たちの財務が耐えられるかをシミュレーションするストレステストですか？まさにそれの家計版です。ただ漠然と節約しなきゃとスマホのメモに今月の請求額を書き出すだけでは不十分なんですよ。ではどうすればいいんでしょうか？例えば、もし今後半年間でベースとなるエネルギー費と食費が今の状態から 30% 跳ね上がったら、我が家の家計のどこが破綻するかを具体的に計算してみてください。なるほど。30% 上がっても旅行の回数を減らせば赤字にはならないと分かれば安心できるし、いやこれだと住宅ローンの支払いがショートすると分かれば今すぐ根本的なメスを入れる必要がある。そうです。最悪のシナリオを数字で可視化するわけですね。その通りです。そして2つ目のアクションは、生活における変動費の固定化です。これは特に電力プランの見直しが急務ですね。ここすごく重要ですよね。リスナーのあなたの中にも市場連動型プランで電気を契約している方がいるかもしれません。これ平時であれば卸電力市場の価格が安いのでお得なんですが、今のような有事にはどうなるんでしょうか？市場連動型プランは文字通り市場の調達価格にダイレクトに連動しますから、燃料価格が高騰すれば電気代の単価が2倍3倍に跳ね上がるリスクをダイレクトに被ることになります。2倍3倍ですか？ええ。インフレのショックアブソーバー、つまり干渉剤が一切ない状態なんですよ。つまり嵐の中で傘もささずに立っているようなものですね。だからこそ多少ベースの料金が高くても価格変動の上限が設定されているような固定化に近いプランに避難させておく。はい。これも立派なリスクヘッジというわけですね。そういうことです。そして3つ目は知らないという状態を排除することです。有事において正しい情報を持っているかどうかはそのまま生き残るための選択肢の数に直結しますから。確かにそうですね。この番組の概要欄には資産防衛の考え方やインフレに強い家計の作り方についてまとめられたリソースへのリンクを貼っておきます。それは助かりますね。ぜひこの時間が終わったらすぐにチェックしてみてください。わからないから不安だという状態を一つずつ潰していくことこそが最強の盾になりますからね。今回の2026年2月末の出来事は決してニュースの中だけの遠い国の話ではありません。5年後、自分が家族の生活を守り抜けているかどうかは今日この情報を得てどんな行動を起こしたかにかかっています。ここまでかなりシビアな現実をお伝えしてきましたけれど、ただ歴史を振り返るとピンチの後には必ず大きな転換点がありますよね。ええ、まさにそこが私たちが忘れてはならない希望です。記号ですか。1973年の第一次オイルショックは当時の日本経済に甚大なダメージを与えました。しかし焼け野原から日本はどう立ち上がったか。企業は血の滲むような努力で省エネ技術を磨き、結果として日本は世界に冠たる省エネ先進国へと台頭したんです。なるほど。危機があったからこそ古いシステムが壊れて、より強靭な新しいシステムへと進化できたんですね。国家レベルでそれが起きたのなら、私たちの家計やライフスタイルという個人レベルでも同じように強靭化できるはずですよね。その通りです。危機はただ耐えるものではなく、備えた人にとっては次のステージへ進化するための強制的なアップデートになり得るんですよ。
非常に力強い視点です。さて、中東の地平線に再び歴史の炎が上がり、私たちの生活への波及はもう始まっています。すでに動き出していますね。次回の徹底解説では、このエネルギー危機が実は日本の農業や食料安全保障という最も無防備なアキレス腱にどう波及していくのか。これもまた深刻な問題です。はい。スーパーの棚から特定の食品が消えるメカニズムについて、さらに深い角度からお伝えしていきます。次回も非常に重要なテーマですね。エネルギーは動く力ですが、食料は私たちの命そのものですから。本当にその通りですね。それでは最後に、ここまで聞いてくださったあなたに一つ問いかけを残したいと思います。はい。かつて日本という国家が、オイルショックという未曾有の危機を乗り越えて、省エネ先進国へと進化したように、あなたはこの260日という砂時計の最後の砂が落ちきる前に、自分の生活を、そして家計をどう進化させますか？今日からの一歩が未来を変えます。ぜひ、今日からその一歩を踏み出してみてください。それでは次回またお会いしましょう。